じさんだから新しいことになれるのは大変は固定概念なんで、年齢のせいにしないでください。もう最終的に欲しいのは、お客さんです。結局地道なんですけど、これが一番いい。本日もよろしくお願いします。はい、お願いします。社長塾ということでお伺いしてるんですけど、社長塾について目的とか、どういった背景でやられたとかっていうところを簡単にご説明いただきたいなと思っております。はい。従業員にも人として成長してほしいっていうところがあるので、少ない人生経験ですけど、今までどういうふうにしてきたとか、こういう考え方あるよとか、いろんなことを伝えて、価値観広がったりとか、とにかく人生豊かに生きてもらうために、少しでもいろんな考えとか価値観を理解してもらえればいいなと思って、始めました。始まったら、やっぱり仕事の話とか結構出ちゃいますけど、考え方が結構解釈が違ったりとか、違う伝わり方していることとかもあるので、それもちゃんと自分の口から説明して理解してもらうっていうのは非常にいい機会なのかなと思ってやってます。皆さん改めておはようございます。人として成長してもらいたいということがとにかく一番で、人生より豊かに生きてもらうために、自分が今まで生きてきた中で、こうあるべきなんだろうなということを伝えていければいいなということがもう趣旨です。社長塾でお話しすることとかは概念的なことが多いかもしれませんけれども、人生より良くするためには、こういったことも知っておいた方が、行動できた方が、とにかくうまくいくというふうに思ってますので、一つの行動とか言動とかが自分にすごく損害を与えてたりするので、人として成長していただくため、より人生を豊かに生きてもらうためっていうことに、こういった価値観とか、こういう考え方も知っておくということで理解いただいてご参加いただければなと思います。じゃあ、改めて本編入っていきます。この人いらっしゃっているので、ちょっと疑問とか、質問投げてほしいなと思っていて。営業と現場の NPS の取り方というか、伝え方というか、そういうのが違うのかなと思うので、営業目線での NPS と、あとは現場の方に共有すべきこととか、そういうところがあれば教えてほしいなって思うので、営業も NPS を上げるようにって言われてはいるんですけど、結局現場サイドの NPS がアンケート内部でもメインなのかなって思う節もあるので、協力して NPS を高く上げるものが必要だと思うんですけど、営業側としてはどういうところを頑張れば現場の方にバトンパスしてうまくいけるのかなっていう疑問がありまして。現場がっていうといろいろ意見出ちゃいますけど、先ほどの話の中でいくと、本来は例えば東京だったら配車管理の方で受けた伝票を確認して適切なスペースと適切な人員設置ができるように努力するわけですね。なので一つはちゃんと聞くべきことをくまなく漏れなく聞いてもらうってことが一つですね。で、もう一つはできるだけやり取りした内容はちゃんとログに残しておいてもらうということができれば、まずはいいと思いますけどね。これもチームプレーになっちゃうじゃないですか。なのでやっぱ現場を信じてその当たり前のことをやり続けるしかないと思っていて、今の状況は特にそうなんですよ。で、これがもしその現場の人が増えてきて営業もっと受注できますよとなった時には、なるべくいっぱい正しく取っていただくことがつながることなんで、ちょっと定性的なことが多くなっちゃいますけど、とにかくさっき言った通り一つは聞くべきことを必ず聞いてもらうことですね。ルールってバチバチな言葉尻になっちゃいますけど、聞くべきことを聞く、レギュレーション通りというのが第一。で、本来はもう二つ目は、お客様からちゃんと信頼されている状態で受注ができるっていうことですね。で、営業はずっと言ってるんですけど、本当にお客様にちゃんとよくできてれば、必ずそれって受注になるはずなんですよ。受注率を高めてもらうっていうことに関しては、それができること。信頼してお任せいただいている状態であれば、あとは現場を信じてやるっていうことですね。営業だけで NPS を上げれるっていうのは、正直結構大変なことだと思います。難しいことかもしれないですけど、仕事が取れる状態になった時には、いっぱい受注を取るってことが、信頼していただいてお任せいただくってことの証明にするしかないので、現場の皆さんが NPS を上げるためにはっていうのを、営業が考えるとしたらやっぱ、ハブは結構配車管理的なところなんで、そこに対してちゃんと、もう何度も言いますけど、やるべきことをやって、案件を受注して渡せることが一番やるべきことかなと思います。
だから僕からすると荷物リストを事細かく、衣装ケースの数とかを事細かく聞くよりも引っ越しする理由を聞いてください。あとは現場を信じて任せましょう。信じて任せます。ここまで講師協会のことをやっていなかったりとか、うちが最初にやっていることが数々あると思うんですけれども、これ以降、やっぱり何かを考えていらっしゃるでしょうか。2コスとか100円引っ越しとか、こういうことをやろうっていうのが何かあるのかっていうのは、やっぱり我々もおじさんたち、新しいことについてもかなり飲み込みが遅いので、そういうのがあれば、事前に触りだけでも知りたいか。いや、なんかめぼしいのはちょっとあんまないと思うけど、当たり前のことを当たり前にやらせるってことがテーマで、どっちかというと視点とかで視点の仕事ってこうなんだっていうことをもう一回ちゃんとインストールしなきゃいけないなと思ってるし、配車管理に関してもうちょっと僕態度と決めたんですね。ちょっとあまりにやるべきことやってないから。そういった意味では僕が口うるさくなるんで、ちゃんと間取りとか書いておいてもらわないと激詰めしに行きます。っていうことと、おじさんだから新しいことになれるの大変は固定概念なんで、そう忘れてください。年齢のせいにしないでください。見た目若いの。いや、でも、え？わかります。はい。もっとなんか認知度が足りないのかなとか、どうやったらしいっていうのか、どんな感じで考えてるのか。極論言うと、いいものじゃないと売れませんし、だけど、いいものだから全部売れるのかっていう話でもないってことなんですけど、認知度が低いのは致し方ないんですよね。やっぱ歴史とか広報活動、広告活動とかの差なんで。これを覆していくためとか、その牙城を崩していくのっていうのに関しては、10年、20年スパンか金なんですよ。シンプルに認知度本当に上げるんだったら、それこそお金かけて CM ドン。今はまだ。これするしかないんですよね。なので、いろいろ考えてますけど、まあそれはフェーズによっていろいろやりくりしながら考えてやっていくっていう感じですね。皆さんが思ってる通り、認知って意外に難しいんですよ。引っ越し業者の名前をわざわざ認知するなんて僕ら業界内だからわかりますけど、普通の人からしたら何年に1回しかしない引っ越しの業者を認知するって、だから堺か後ぐらいしか知らないわけじゃないですか。だからある意味認知がないのは当然なんですよ。って言っててもしょうがないんで、一つ唯一できることはやっぱ口コミなんですよね。お客様が増えて、そしてお客様でも今度逆に現場からしたら質のいいお客様で、質がいいって何なんだって言ったら、要は他社と比較しないでもうちでも見積もりしてくれるお客様が増えたらいいわけですよ。これはなぜいいかっていうと、宣伝広告費がかからないし、営業もサクッと決まるんですね。もう信頼がある状態なの。このお客様はどこから作られるかって言ったら、やっぱり現場の力で再利用と紹介なんですよ。どれだけ広告を出したとしても最終的に欲しいのは再利用と紹介のお客様ですよ。結局地道なんですけど、これが一番いい。そんなにいきなりバーンと認知度が上がることはないんですけど、口コミって結構意外とバカにならないんで、一人一人お客様にちゃんと次もうちを使ってほしいと、使ってもらえるような接客作業をするということと、お知り合いの方でお引っ越しされる方いたらぜひご紹介してくださいということを一人一人が全員やってくれたら、これやり続けた結果、下手したら変な広告よりも全然いいですよ。っていうか広告よりも全然いい。なんでちょっとそういう一人一人の努力をしなければならないなっていう感じですかね。結構な人数の方と会話されてたと思うんですけど、実際にやってみてどうでしたか？結構何年かやってることなんで、特別何かっていうのはないんですけど、直接やっぱ考え方とか、思ってることを伝えられるっていう機会としてはすごくいいなと思いますし、本人たちもやっぱりなかなか今となっては直接話す機会が少ないので、こういった場があることで、一段とのモチベーションと、そして具体的に何をやろうかなということをある程度明確になるのかなと思って、いい機会にできてるかなと思います。またよろしくお願いいたします。はい、お願いします。ありがとうございました。